こんにちは。カレー系ポケモン実況者としえこです。皆さんカレー作ってますか？僕は他の実況者の皆さんがせこせこ厳選や対戦動画を上げてる中、ずーっとカレーを作り続けて、先日ついに日本最速でカレー図鑑全151種類のコンプリートを成し遂げましたが、このカレーというシステムマジで誰もやっていないので、インターネット上で検索しても全然カレーの情報が出てこないんですよ。ということで今回はカレー系ポケモン実況者の僕がカレーとは何なのか、カレーを作って何かいいことはあるのかといった話から、全ての食材の入手法やカレー図鑑を埋めるコツなんかを徹底解説していこうと思います。任してください。この動画を見ておけばカレー作りについてはバッチシです。まずはじめに、みんなが一番気になってるだろう話、カレーを作って何かいいことあるのかということから話していきましょう。ソード&シールズ発売前から公式サイトなどで100種類以上あるカレー図鑑を集めようと大々的に宣伝していたわけですから、それはカレーを作ることで努力値ぶりが楽にできたりとか、そういうメリットがあるんじゃないかと思うかもしれませんが、実はこのカレーというシステム、皆さんが考えているような実践向きのメリットは一つもありません。カレー図鑑を集めてもキャンプで使えるよくわからん玉がもらえるだけです。じゃあ何のためにカレーはあるんだって話ですよね。僕が思うにカレーは前作までのポケリフレ、ポケパルレと同じ枠なんだと思います。キャンプでポケモンと触れ合って同じ釜の飯を食べてポケモンとの仲良し度を上げるためのシステム、それがカレーなんです。なのでポケモンに愛情少子、ポケモンは戦う道具なりっていう方々にはちょっと縁のないシステムかもしれないです。次に、それでもカレー図鑑を集めたいって方のために、全ての食材の入手法とカレー図鑑を埋めるコツについて話していきます。カレーの食材は全部で26種類あって、入れる食材によってカレーの種類が変わります。基本的に食材はワイルドエリア内にあるナックル丘陵と集いの空き地にある食材屋から購入することで入手することが可能です。こちらの食材屋は日替わりで販売している食材が変わるので、毎日それぞれ1回は覗いてみるといいですよ。持っていない食材があれば最低6つは購入しましょう。カレーの種類は入れた食材プラス入れた木の実の味によって、普通のカレー、辛いカレー、甘いカレー、苦いカレー、渋いカレー、酸っぱいカレーの6種類に分かれます。カレー図鑑は25種類のカレー×6種類の味プラス幻のカレーが1種類の合計151種類存在するので、図鑑をちゃんと埋めたいならば持っていない食材は最低でも6個、失敗した時の保険に10個ぐらいは持っていると安心です。特に尻尾の燻製、2パック、モーモーチーズ、ゆで卵の4つの食材は値段も高く、食材屋にもあまり並ぶことのないレアな食材になっているので、もしも見つけた時は忘れずに購入しましょう。ただ太い長ネギや水辺のハーブ、特選リンゴといった食材屋では購入できない食材もあります。それらの食材はワイルドエリア内で拾うことができるので、そちらも忘れずに入手しておきましょう。太い長ネギはワイルドエリア内巨人の帽子にある大きな岩のそばに落ちています。続いて特選リンゴは同じくワイルドエリア内木漏れ日の森にある木のそばに落ちています。水辺のハーブはワイルドエリア内の水辺の近くによく落ちているので見つけやすいかと思います。本当にいろんなところに落ちているのですが、一つ例を紹介しておくと、エンジンリバーサイドにある池のそばに落ちています。これらの食材は時間経過によって復活するので、毎日コツコツ拾いに行きましょう。食材は食材屋から購入することの他にも、ワイルドエリア内でインターネットに接続すれば、ワイルドエリア内にいる他のプレイヤーに話しかけることで食材をもらうこともできます。ただもらえる食材はランダムで、なおかつ1回の会話で1個だけしか食材をもらうことができないので、こちらの方法で食材を集めるならばかなりの根気が必要ですね。基本となる25種類の食材はこれらの方法で手に入れることができますが、残る1種類幻のカレーの食材巨大パウダーだけは星5つのレイドバトルをクリアすることによってごく稀に入手することができます。もしかすると対戦環境をしっかり整えている方の方がこの食材は持ってるかもしれませんね。さあ食材が集まれば次は味です。カレーの味は入れた木の実の味によって変わります。モモンの実のように説明文に甘みがと書いてある木の実を使えば甘いカレーが、クラブの実のように辛みがと書いてある木の実を使うと辛い味のカレーが出来上がります。普通のカレーを作りたいときは猫部の実のような特に味に特徴の書いてないものを入れるといいですよ。木の実の説明文をよく読んで作りたい味のカレーを作りましょう。実はこれ味のついている木の実を1つ入れるだけでその味のカレーが作れるので、むやみに木の実をバンバン入れるよりかは作りたい味の木の実を1つずつ入れていく方が図鑑を埋める効率がいいです。今作は木の実の入手法がかなり意地悪で、なおかつ数百種類ものカレーを作るとなるとマジで木の実が足りなくなるので、できるだけ木の実を節約しつつワイルドエリアで入手できる木の実を毎日忘れずに入手するようにしておきましょう。龍河の実といった渋く苦い木の実のように複数の味を持つ木の実を同時に入れることで特定の味のカレーを作ることもできます。
複数の味を持つ木の実を混ぜて作る際、入れた木の実の味の中で一番強い味のカレーが出来上がります。例えば辛くて甘いチーラの実と辛くて苦いヤタピの実を入れると、甘い味が1ポイント、苦い味が1ポイント、辛い味が2ポイントで、一番ポイントの高い辛い味のカレーが出来上がります。複数の木の実を混ぜて作る際、味のポイントが全部均等になってしまうと普通のカレーになってしまうので注意が必要です。例を一つ挙げますと、酸味と甘みのあるウブの実と渋みと苦みのあるリュガの実でカレーを作った場合、酸味が1ポイント、甘みが1ポイント、渋みが1ポイント、苦みが1ポイントで全部ポイントが同じになってしまうので、普通のカレーが出来上がるって感じですかね。なので特定の味のカレーを作る場合は、どこか一つポイントの高い味を1箇所作らなければならないって感じです。大丈夫ですか？ついてこれてますか？カレーというシステムはソード&シールドにおいて全く開拓されていない世界なので、インターネット上のどこを検索しても一切情報が出てこないんですよ。なのでこれらはあくまでカレーを作り続けてきた僕が独学でこうなんじゃないかなって思ったことを喋っているので、もしも間違っていたらすいません。ただ僕は実際このやり方で特定の味を作れたので、木の実が枯渇してきた方はこのやり方を参考にしてみてください。特に酸っぱい味の木の実はカレー図鑑コンプリートを目指す上で終盤枯渇しがちなので、これを覚えておくと便利かもしれないですよ。さあここまで理解していれば、あとはただカレーを作り続けるだけです。カレーの美味しさは下から順番にドガース級、ソーダンス級、マホミル級、大王道級、リザードン級の全5種類あって、美味しいカレーを作るほどもらえる経験値も多いです。ただソロプレイではおそらく大王道級が限界なので、リザードン級を作りたい方はぜひお友達を誘ってカレーを作ってみてください。結局人と食う飯が一番うまいってことですかね。ちなみに僕はリザードン級を一度も出したことがありません。理由はさせてくれ。先頭に置いているポケモンによってポケモンが食べるカレーのサイズも変わるので、いろんなポケモンとカレーを食べてみると面白いですよ。カレー図鑑が埋まってきたら、ワイルドエリアエンジンシティ前にいるキャンプキングに図鑑を見せましょう。カレー図鑑の評価を聞かせてくれるのはもちろん、埋めた図鑑の数によってキャンプで遊べるボールやレアな食材ももらえます。150種類図鑑を揃えると黄金の料理道具ももらえるので、それらを目標に頑張ってみてください。最後に楽にカレー図鑑を埋める裏技を一つ挙げますと、実はこのカレーを作る作業、材料さえ入れれば完全放置でも勝手にカレーが出来上がります。図鑑もちゃんと登録されるので、何か他の作業をやりながらカレーを作るっていうのが一番効率のいいカレー図鑑の埋め方かもしれません。本来の楽しみ方とは違ってくるので推奨はしませんが、あくまで一つの裏技として紹介しておきますね。カレーを作りすぎてノイローゼになってきたって方は試してみてください。ということで以上が効率よくカレー図鑑を埋めるための解説でした。先ほども言いましたが、マジでカレーの情報はどこを検索しても出てこないので、悩めるカレー職人たちがこの動画を参考にカレーを作ってくれたなら嬉しいです。僕の知らないカレーの世界がまだまだあるかもしれませんしね。この動画でカレーに興味を持ってくれた方もぜひ一緒にカレーを作りましょう。そして情報を共有しましょう。本当にカレーっていうシステムは情報がなさすぎるので、何か新しく見つけたこととか気づいたこととかありましたら、ぜひコメント欄や僕の Twitter アカウントまで報告よろしくお願いします。俺たちでカレー界隈を盛り上げていきましょう。それじゃあせっかくだから最後に1食だけカレーを作って終わりましょうかね。僕は150食以上カレーを作り続けてきたので、これからカレーを作る方はぜひ僕のカレーの作り方を参考にしてみてください。せっかくだから2つの味を持つ木の実を混ぜて特定の味のカレーを作るっていうのをやっていきましょうかね。甘いカレーにしたいんで、これでいいかな。苦い味と甘い味を持つタラプの実と、あとはこれでいいか、酸味と甘みを持つウブの実。この2つの木の実を混ぜることによって酸味が1ポイント、苦いが1ポイント、甘いが2ポイントで一番ポイントの高い甘い味のカレーが出来上がるっていうわけですね。さあまずは火起こしからですよ。ここはとにかく A ボタン連打、一気に炎を炊き上げる。美味しいカレーができてる間はお鍋の上に白い蒸気とキラキラキラっていうマークが出ているので、それが出ている間は美味しくできている証拠ですね。でここまで炎が出来上がったら、うちわの速度はこのぐらいで、遅くもなく速くもないスピードで風を送ります。あんまり速すぎると炎が大きくなってお鍋が超えてしまうし、あんまり遅すぎるとね、今度は炎が小さくなってしまうんで、あのぐらいのスピードがちょうどいいと思います。で混ぜるスピードですけど、このぐらい気持ち早めぐらいがちょうどいいと思います。そうすることでね、お鍋のようにキラキラキラってマークと白い蒸気が出てるんで、これが出てる間はね、美味しくお鍋ができてる証拠です。そして最後は真心を込めて、ここだ。よーし、これは完璧なカレーが出来上がりましたね。ズドーン。あとはちゃんと木の実の配合が成功していて、甘い味のカレーが出来上がっていれば言うことなしですね。ほらカレーができたよー。お食べ、俺のカレーを。お、ちゃんと甘口になってますね。アップルカレー。
さあ食べろ。お前のお父さんとお母さんだと家事中。あ、これは美味しいやつですね。共食い。多分大王道級かな。おー、やっぱ大王道級だ。まあソロプレイはこれ以上いけないんですよ。なんでまあソロでやる以上はここが限界かな。まあリザードン級が出したい人はお友達を誘ってね、ぜひリザードン級のカレーを作ってみてください。多分2人以上だったらリザードン級のカレーできると思うんで、NPC と1回やった時一度だけできたんですよ、リザードン級のカレーが。なんでまあソロでやってる人も南蛮道路とかにたまにキャンプ開いてる NPC いるじゃないですか。あの人たちと一緒にカレーを作るとリザードン級が出来上がると思います。ぜひね、この動画を参考に美味しいカレーを作ってみてください。カレーは経験値も手に入りますけど、夏木度も同時に溜まるので、夏木進化を狙っているポケモンがいれば美味しいカレーを食べさせてあげるのがいいかもしれませんね。今作は夏木度を上げるための木の実もかなり手に入りにくいので、夏木度を上げるだけならカレーが一番効率がいいかもしれません。ということで、以上で僕の伝えられるカレーの知識は全て伝えられたと思います。この動画が参考になったよって方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。チャンネル登録が本当にモチベにつながります。今後ソード&シールドを使った視聴者参加型のファッションコンテストなんかもやりたいなーって考えているので、そちらに興味がある方もぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。対戦動画も上げますけど、せっかくの新作ポケモンですから、対戦以外にもポケモンの楽しいところもどんどん押していきたいですね。みんなでポケモンを盛り上げていきましょう。そしてカレー界隈も盛り上げていきましょう。そんじゃバイバーイ。カレーの数はそりゃやっぱり絶対がっちり多い方がいい。具体的にはそりゃはっきりきっかりたっぷり151。少し勇気がありゃバッチリしっかりにっこり食材ゲット。だけどもたまにありゃうっかりすっかりがっくりお鍋焦げっと。君たちとの出会いは全部ちゃんと覚えてる。お鍋焦がしたこともあったけどそれは忘れた。まだまだたくさん必ずどこかにカレーはあるはず。151の喜び、151の夢、151の思い出目指してそう頑張ろう。